こんにちは、まいです。今回は我が家のキッチンをご紹介します。物が多くて複雑なキッチンは家の中でも特に散らかりやすい場所。我が家ではわたわたしない使いやすさと掃除の楽さを最優先に、すっきり見える収納を意識しています。毎日を楽にするキッチン収納の工夫をお伝えします。それでは行ってみましょう。今回ご紹介するキッチンですが、ここはあえてミニマリズムを強く意識している場所ではありません。我が家はほぼ毎日自炊をしていて、以前キッチンアイテムを極限まで減らしたことがありました。その時はすっきりしたものの、あれが足りない、これができないと手間が増え、料理自体が少し億劫に感じるように。これでは本末転倒だと感じて、キッチンは多少物が増えるのは OK としています。ただ、出しっぱなしにすると掃除が大変になるため、基本はすべてしまう収納にしています。キッチンで唯一外に出しているのは、食器用洗剤を入れているソープディスペンサーです。キッチンの雰囲気に合わせてステンレスのものを選んだのですが、見た目だけでなくお手入れもしやすくて気に入っています。スポンジはニトリの使い捨てスポンジを使っていて、このスポンジホルダーに引っ掛けて浮かせて収納しています。そして下の収納の中は使い勝手を意識して工夫しているので、そのあたりをご紹介していきます。まずコンロ下です。ここには動線を意識して主にお鍋やフライパンを収納しています。フライパンは以前は取っ手が取れるタイプのものを重ねて収納していたのですが、出し入れのしやすさを考えて立てる収納に変えました。使っているのは山崎実業の鍋蓋&フライパン収納スタンドです。このスタンドは幅を無段階で調整できるので、手持ちのフライパンや蓋のサイズに合わせてぴったり収めることができます。さらに接する部分がシリコンになっていて、フライパンを置いた時に傷がつきにくく、コツンという音もしないので気に入っています。本来はそのシリコンのおかげでとっても安定して自立するはずなのですが、なぜか我が家では気づくとじわじわ倒れてきます。ただ困るほどではないのでこのまま使っています。フライパンについては夫の考えで、あえて貝印の手頃なものを使っています。夫曰く、フライパンは扱いがラフになりがちでテフロンをすぐにダメにしてしまう。それなら最初から安いテフロンフライパンを使い倒した方が気楽に使えていいだそうです。他のお鍋は空いているスペースに平置きしています。今フライパン以外に使っているのはストーブ、無印良品のお鍋、そして雪平鍋です。この組み合わせで今のところ料理に困ることはなくなりました。ストーブは揚げ物をするときによく使っています。深さがあって唐揚げにちょうどよく、たまに無水調理をするとやっぱり美味しいなと実感します。フライパンに比べると出番はそこまで多くはないのですが、見た目もおしゃれで調理の手間もかからないので手放す気にはならないアイテムです。また以前はマイヤーのマルチポットも使っていたのですが、シンプルに小さい鍋で十分だと感じて、今は雪平鍋に落ち着いています。使っている雪平鍋は遠藤商事のもので、テフロン加工がされているタイプです。アルミより熱伝導は多少落ちるかもしれませんが、焦げ付きにくくて扱いやすいので、普段使いにはちょうどいいと感じています。
まな板はこの隙間にちょうど収まるので、ここに立てて収納しています。あと、イレギュラーなのですが、鍋つかみを焚き火グローブで代用しています。子供が生まれてからキャンプに行けていないので、出番がなくなってしまっていました。それならキッチンで使おうと思って使い始めたのですが、熱くなくしっかりつかめて使いやすいです。ただ、またキャンプに行くようになったら、その時は考えようと思います。そしてお鍋を収納している下にもう一段浅めの引き出しがあり、ここには耐熱ボウルやステンレスのボウル、バットを並べて収納しています。ちなみに引き出しの下にはニトリの食器棚シートを敷いています。調味料の汚れだったり、鍋を置いた時につきやすい細かい傷を防ぐためです。こういうのって気づいた時には地味にストレスになるので、最初に対策しておくようにしています。このシートはずれにくいので、その点も使いやすいです。次にグリル横の引き出しです。ここには調味料をまとめて入れています。よく使うものからたまに使うものぐらいまでを置いています。前はたまに使う調味料も入れていたのですが、本当に出番が少なかったので別の場所に移動しました。皆さんはほとんど使わないけど使うときは使うので持たないが難しい調味料ってどうしてますか？次にキッチンの真ん中部分です。ここは食洗機になっていて、その下に小さな引き出しがあります。この引き出しにはキッチンでよく使う掃除用具をまとめています。マイクロファイバークロスはカインズのものを使っていて、キッチンだけでなく家中の掃除に使えるので、ストックを持つほど愛用しています。ニトリの使い捨てスポンジは食器洗い用に使っていて、毎日一日の最後に排水口を掃除してそのまま捨てるようにしています。無印良品の重曹は鍋の焦げ落としに使ったり、たまにゴミが匂うことがあるので振りかけたりしています。そして最近のビビビアイテムがマーナのグッドロックコンテナです。密閉できる上にワンプッシュで開くので取り出しやすくて気に入っています。食洗機用のタブレット洗剤1袋がすっぽり入りきります。次はシンク下の収納です。ここには調味料やキッチンツールを収納しています。多くの調味料は使うものの種類や量が結構変わるので、あえてケースには入れていません。入れない方が結局一番取り出しやすくて、定位置を決めておけば戻すときに混乱することもなく使えています。キッチンツールはイデアコのツールスタンドにまとめています。中にはたまにしか使わないものや代用できなくもないものも結構あります。じゃあいらないんじゃと思って以前の私たちなら手放していたと思います。ただ夫が料理はめんどくさいの塊だから、料理中のストレスはなるべく減らした方がいいと言っていて、確かにその通りだなと。それからは専用のものもある程度持つようにしています。このカゴには袋の調味料や乾物を入れています。この辺りは増えたり減ったりが激しいので、管理は結構ざっくりしていて、収まれば OK くらいの感覚でやっています。キッチンペーパーホルダー代わりに使っているのがシーリングライトのリモコンです。もちろん本来の使い方ではないのですが、その頃キッチンペーパーホルダーを買おうかなとリモコンの置き場どうしようを考えていたので、
ひらめいた時はテンションが上がりました。カラーリングがお気に入りのフリーザーバッグは立てて収納することで上からスッと取り出しやすくしています。クッキングシートやラップも同じように立てて収納しています。ラップなどはケースに入れようかなとも思ったのですが、この隙間にちょうど収まって倒れて使いにくいこともなかったのでそのまま置いています。中央部分に排水管を保護するためのガードがついているのですが、ここがどうしてもデッドスペースになってしまう部分です。ただこの下のスペースに物を置くとものすごく取り出しにくいので、たまに使う調味料を置いています。次はシンク下の花壇です。ここには保存容器やこまごましたものを収納しています。ゴム手袋はお肉を触るときや下味を揉み込むとき、あとは掃除の時にも使っています。薄手でサイズ展開もあるのでしっかりフィットしてくれて使いやすいので気に入っています。あとはプロテインシェーカーやクッキングスケール、仕事に持っていく水筒もこの場所にまとめています。次はキッチン背面の食器棚の収納をご紹介します。見えるところには電子レンジ、電気ケトル、コップを置いています。下の棚には今レンタルしているホットクックを置いています。炊飯もできて時短料理もできる家電が欲しくて今いろいろと検討しているところです。もしおすすめがあればぜひ教えてください。ちなみにこの棚に置く家電は今は黒いものが多いのですが、買い替えのタイミングで少しずつ白に変えていけたらいいなと思っています。賃貸だと白い壁に木の扉や床という組み合わせが多いので、今後も引っ越しがあると考えると白の方が合わせやすいんじゃないかと感じるようになりました。何年かかるかはわからないですが、ゆっくり揃えていく予定です。下の引き出し収納には非常用のパックご飯やさっと食事を済ませたい時のレトルト食品を入れています。ゴミ箱は蓋がないタイプのダストワゴンを使っています。動かしやすくて使い勝手はかなりいいです。ただ、匂いの強い生ゴミを続けて捨てていると少し気になる時もあります。我が家は来客がほとんどないのでそこまで気にしていないのですが、来客が多い方は消臭袋を使ったり重曹をかけたりすると安心かなと思います。上の棚には大小の器や平皿、カトラリーを入れています。他にもパスタのストックや子供のお皿、ブンブンチョッパーなどもここにまとめています。このコップは夫が最近気に入っている無印良品のコップとしても使える缶飲料用保温保冷ホルダーです。夫は前は水道水のカルキ臭が苦手でペットボトルのミネラルウォーターを飲んでいたのですが、最近はこのコップに氷と水道水を入れて飲むようになりました。どうやら冷やせばカルキ臭が気にならないということに気づいたみたいです。さらに 350ml の缶ビールもすっぽり入って最後まで冷たく飲めるのも気に入っているポイントみたいです。右側にはサプリや常備薬、体温計、文房具などをひとまとめにした箱を置いています。食器棚の上のラタンカゴには子供のお菓子を入れています。
最初は目につかない場所にと思ってここにしたのですが、さすがに今はしっかりバレています。ただ、ここから1日1個自分で選んでいいというルールにしていて、今ではそれがすっかり定着しました。自分で選ぶ時間がちょっとした楽しみになっているみたいです。あと、冷蔵庫横にはタイマー、子供用のストロー用ブラシがあります。これはレトルトのパウチを開けたり絞り出したりするのに便利なアイテムで、離乳食を開けるのに便利で置いていたのですが、なんだかんだで今でもパウチ系を開けるのに便利で残り続けています。食器拭きクロスは拭き取るのものです。大きさも吸水力も良くて、ここ数年リピートし続けているものです。クロスの替えは気づいたら換気扇の上で定着していました。はい、以上がキッチン紹介でした。キッチンは我が家の中でも一番変化が多い場所です。その時の暮らし方に合わせて少しずつ形を変えながら、今の自分たちにとって使いやすい形を探しています。これからも理想のキッチンに近づけるように日々試行錯誤していきたいと思います。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。あと、ボイシーでラジオ配信もやっています。ラジオではミニマリズムや日頃の気づきなどについてゆるっと話しています。概要欄にリンクがありますので、ぜひ聞いてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。